それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回は夜のちぎり、夜の妄想スペシャルです。お相手からのラブレターということでお伝えしていきます。よろしくお願いします。こちらにすでにオラクルカードをたくさん事前に出しています。後でメッセージとしてお伝えしていきます。まずはルノルマンカードを使って今のお二人の状況を見ていこうと思います。はい、ではこの4枚で今現在のお二人の状況、様子っていうのを見ていきます。そう、お相手の方があなたを求めている恋愛っていうような関係性っていうのが出てきています。すごく未来明るいものになっていきます。ただし今現在のあなたっていうところに棺のカードが出てきているので、あなた自身が今何かに終わりを告げなければいけない、何かを完成させて次へ行かなきゃいけない、お相手との恋愛を進めていくんだったらっていうことで、ご自身の中で決めていかなければいけないことがあるなど、何かが見えているのかもしれません。そしてもしあなたが悩んでいるのであれば、お相手が支えてくれる、助けに入ってくれる、守ってくれるという頼もしい存在として入っています。頼りにしてください。今お二人の間に変化が訪れようとしています。この変化をうまく乗り越えていきたいというあなたの思いが出てきています。お相手と恋愛関係に発展させていくためにっていうことで、ご自身の中で、何か区切りをつけなければっていうところがあるのではないかと。お相手はあなたのところにサプライズですね、素敵な贈り物を持ってやってきます。そしてこれから先2人で船のカードが出ているので、これから2人の未来航海していこう、海を渡っていこうということで、新しい出発始まり、輝かしい未来へ向けて旅立っていくっていう流れになっています。お相手の方が引っ張ってくれる、導いてくれるので、あなたの方でも責任を感じているようなことだったりとか、お相手と恋愛進めていくにあたってってことで考えていることがあると思うので、それを乗り越えて2人で輝かしい未来を掴んでいく流れになっています。今現在のあなたの状況が、例えばストレスかかっているとか、そうですね、頑張ってきたことに対して一つ結果が欲しいなって思っていたりとか、お相手と本音をさらけ出して2人で新しい航海、海の旅に乗っていきたいなっていうところもあると思います。お相手すごく素晴らしいプレゼントを用意しているんですが、今のあなたの状況だとそれをすぐに届けられないっていうのがあるので、例えば距離が離れているだったりとか、遠距離恋愛とかだったりとか、今最近なかなか会えていないようなお二人なのかもしれない、早く会いたいなっていうお相手のお気持ちが伝わってきています。素晴らしいですね。お相手からの愛っていうことで今の関係性を見ていきました。ではタロットカードであの人のお気持ち、どんなことを考えているのかっていうところも踏まえて見ていこうと思います。ではタロットカードで見ていきます。ではお相手のお気持ち、妄想っていうところで見ていきます。カードの説明を行っていきます。ボイスっていうのはソードを表しています。ソードのキング、ソードの7番、ムーンのカード、ペンタクルのクイーンです。デリアルはペンタクル、そしてエモーションがカップなのでカップのナイト、そしてソードの3番にソードの8番と出ています。やはりお相手とあなたとの間で、例えば話のすれ違いだったりとか、行き違い、またはメールなど連絡の取り違いなどがあったかもしれません。そしてなかなか連絡できないとか、そのことによって塞ぎ込んでしまうなど、やはりあなたの方の悩みっていうのが出てきているかなと思います。お相手もそれを感じているし、何とかしたいなと思っているんですよね。早く時間が過ぎればいいのになとか、そう明るい未来っていうところをお相手は目を向けているので、過去っていうところには
そこを清算して明るい未来っていうところを望んでいるので、過去こうだったから動けないよねっていうところから早く抜け出したいなっていうお気持ちが出てきているんです。過去こういうことがあったからとか、過去こうだからっていうところにあまりとらわれすぎずに、さあ次へっていうところでまた切り替えて明るい未来っていうところを目指していきたいなっていうのがお相手の本当のお気持ち、純粋なるお気持ちです。そしてあなたからの愛情、確かなものっていうのもお相手感じているので、やはりロマンチックな一晩を過ごしていきたいなとか、時間を持ちたいなっていうのが出てきています。一人で悩まないでっていうお相手からのメッセージが伝わってきます。遠く離れていてなかなかすぐに会いに行けない、話を聞けないような状況かもしれない、あなたを一人ぼっちにさせてしまってごめんねっていう、そういうメッセージも伝わってくるんですね。何か過去にお相手が判断を間違ってしまったとか、優柔不断な目を見せてしまったとか、そういうところがあったかもしれない。それであなたを不安にさせるようなことがあったかもしれないんですが、これから先の未来、2人の関係をより確かなものにしていきたいよねっていう、そういうお相手のお気持ちが出ています。ただ今の状況だとなかなかそれをものにできないというか、現実的に形として起こしていくのが難しいんじゃないかっていうのがお相手の方にも出ています。まずは胸の痛みを和らげていかないとっていうのが出てきているので、やはり今は癒しの時間だったり、お互い優しく触れ合う時間が欲しいなっていうふうに思っています。見えないものを見ようとしていたりとか、そうですね、これから先明るくしていきたいっていう、そういうお相手のお気持ちも出ていますね。ただ自分が少し不甲斐ないなと思っているところも若干あるんですね。もう少し素直にあなたに接していけばよかったなとか、そういう後悔も持ちながら、でもやはりここはね、未来のところを見ているので、もう過去にとらわれたくないなとか、そういう気持ちも出てきています。そして夜になるとやはり寂しさっていうところが出てきて、早くあなたを感じたいなっていうところを思っていますね。これから育んでいきたい愛を受け止めてほしいっていうのがお相手のお願いですね。あなたに対しての願いです。今動けなくなってしまっているとか、痛みの原因、もちろんあなたのところにも棺のカードが出ていたので、何を終わらせているのかとか、ネックになっているところっていうのが、やっぱりボイスのエースですね。声を届けていけない、なかなか本音を言えないとか、抱え込んでしまう、お互いがそうなんじゃないかって。ただお相手はここやっぱりこれから先未来に向かって歩み始めていくっていうのが出てきてるし、ここ素敵な言葉、サプライズ、贈り物っていうのが出てるので、あなたに対して例えば本心を打ち明けるとか、このボイスのカードがたくさん出てるので、声、塞ぎ込んでいた声を表に出していく、あなたにもそれを求めている。お互いが本音で向き合って話していきたいよねとか、決められないことがもしあったんだったら、それを決めて心地よく未来へ向けて旅立っていきたいっていうのが出ていますね。声のカードが多いので、本心言える言えないとか、打ち明けられないとか、そういうところがやっぱり出てきてるのかなとも思います。本心本音だけではなくて、例えば連絡が今なかなか滞っていたりとか、そういうのもあるのかもしれないですよね。なかなか数日連絡取れなくて塞ぎ込んでしまっているとかで、そしてお相手が一人夜になるとあなたを思っている、思いを馳せているっていうのが出ています。デスのカード、やはり終わりと始まりなので、何か一つのサイクルを終えて、そして新しい始まりを迎えていきたい。例えば伝えられなかったことがあるんだったら伝えていくっていう風にお相手の方から動いてきますね。今までそのお相手の何を考えているのかわからないっていう方だとしたら、お相手これから気持ちを見せていくと思います。今まで閉じ込めていた本音本心っていうのを打ち明ける。それはとても喜ばしいことですね。嬉しいことです。お互いにとってとても、癒しと優しさと愛に満ち溢れたような、そんなコミュニケーションが交わされると思います。胸の痛みを乗り越えて、そして愛情を育んでいきたいっていうのがお相手のお気持ちとして出てきていますね。お相手があなたに伝えたいことっていうのが、やはり一緒に生まれ変わっていきたい、進化していきたい、あなたの環境のことかもしれないし、お互いの関係性かもしれません。今以上のものを作り出していきたいっていうのが、今までのことは一旦ここでこの形として終わりにして、また新しい形でサイクルを始めていきませんか、新しい旅へ一緒に行きませんか、向かっていきませんかっていうのがお相手があなたに伝えたいことです。
愛について考えているし、伝えられなかったことを伝えていきたいっていうふうに考えている今現在のお相手の状況っていうのが出てきていますね。決めてきたことは間違いじゃなかったんだよっていうことを確認し合うような、そんな一晩を過ごしていきたいっていうお相手の気持ちが見えています。やっぱり本心かな。そしてあなたの本心を聞きたいっていうのも出てきているので、話し合う時間を持たれる、これからそういう機会を作るんじゃないかなと思うんですね。見えないからこそ確認し合いたいとか、触れ合うことによって感じる、確信したい、愛をね確信したいっていうところがお相手の本心なんじゃないかなと思いました。そしてデスのカードが表している通り、これから変わっていくこととしては、決められなかったことを決めていく、話せなかったことを話す、動けなかったことが動いていく、それは自然とそのような流れになっていくと思います。こうしなきゃああしなきゃっていうふうにあなたが思わなくても、そこまでプレッシャーに感じなくても、お相手の方から動いてきてくれるし、自然の流れでお互いが変わっていけるような、掴み取っていけるものっていうのがあります。動いてしまえば、あとはそこは成功や勝利っていうところに導かれていくので、まずは動いてみましょうっていうところでお相手の方から動いてくると思います。これからお相手のお気持ち、近未来の流れというところを見ていきました。やはりね、夜あなたのことで頭いっぱいですよっていうのがお相手の妄想ですね。夜の妄想として捉えていくのであれば、お相手が優しくロマンチックにあなたを求めていて、それをあなたが受け止めてくれる夜っていうのを求めています。甘えたいとかそういう気持ちもあるかもしれません。で、一方で自分が導いていく、リードしたいんだっていう気持ちも出ているので、お互いがお互いを癒し合えるような、そんな関係性を妄想されてるんだなと思いました。ではこちらのオラクルカードからお相手があなたに伝えたいこと、ラブレター風にしてお伝えしていこうと思います。まずはこちら、自分を生かすというカード、ちょっと重ねてしまうんですが並べていきます。人の批判を恐れない。もしかしたら周りの状況とか、周りにいる対人関係のことで悩んでいることがあったのかもしれません。そして不公平、あとはついていく、ノスタルジック、セルフケアということで、あなた自身のやはりここケアですよね。自分自身を和らげてください、痛みをね和らげてくださいっていう、そういうメッセージも入ってるかなと思います。ではお相手からのメッセージお伝えしていきます。愛しいあなたへ、あなたがそこにいるだけで世界が揺らぐのを感じます。あなたの髪がそよ風に揺れるたび、甘い香りがふわりと漂い、その香りに私はどうしようもなく引きつけられます。柔らかな首筋、そっと触れたらどんな感触だろうと抑えきれない思いが胸の奥で燃え上がるのを感じています。その丸みを帯びたヒップラインが歩くたびに揺れ動く姿に、私の目はあなたから離れることができません。あなたは自分で気づいていますか？その無邪気な仕草や何気ない微笑みの一つ一つが私を苦しいほど引き寄せる。あなたがただそこにいてくれるだけで空気が甘く熱を帯びていく。私の心はあなたにとらわれ、逃げる術などとうに失ってしまった。何度あなたを思いながら眠りについたことだろう。その声、その視線、触れることすら叶わない肌のぬくもりを想像し、私は夜を迎えるたびにあなたへの欲望に震えている。あなたがそっと手を伸ばし私を迎え入れてくれたら、私は全てを捧げても惜しくはない。私があなたを見つめる姿勢にあなたは気がついているだろうか。その瞳が私を一瞬でも捉えるたび、私はまるで焼き尽くされるような熱を感じる。あなたが他の誰でもなく自分自身を生きているその姿は、私の情熱をさらに燃え上がらせる。あなたは唯一無二の存在。誰とも違う、誰も手に入れることのできない特別な光を放っています。けれど、あなたの中に秘められた孤独や過去への葛藤も私は知っているんです。どれほど美しい記憶であっても、そこに影を落とす痛みがあることを感じるたび、私はそのすべてを抱きしめたいと思うのです。もし許されるとしたら、あなたの傷跡にそっと唇を寄せ、その痛みを溶かすように甘く
深い愛を注ぎ込みたい。あなたが私に背を向けるその瞬間さえも、私は愛おしいと思ってしまうんです。髪の流れる動き、肩のライン、歩む足先まで、そのすべてが私を虜にしてやみません。あなたをもっと知りたい、触れたい、深く交わりたい。けれど、あなたの心が私に完全に向けられるその日まで、私はこの熱い思いを胸の奥に閉じ込めておこうと思っています。どうか私のもとに来てほしい。私の中のすべての熱を、愛をあなたに注ぎたい。あなたのすべてを感じ、あなたと一つになりたい。私たちが共に過ごす時間がどれほど甘く美しく永遠のものか、あなたに教えたいのです。愛してやまないあなたへ、私の情熱のすべてを込めて。というお相手からのラブレターをお届けしました。手を上に差し伸べている姿っていうのがとても印象的だなと思いました。なので、あなたに求めてほしい、あなたの方からも来てほしいっていうお相手の願いと共についていくっていうカードも出てきているので、自分についてきてほしいっていう思いも同時にお相手の方からお気持ちとして現れているんじゃないかなと思ったこと、そしてこの色合いがとても柔らかいので、あなたから柔らかいオーラ、光っていうのを感じました。お相手にとって甘く柔らかいものであるっていうのが印象的でしたね。あとは揺れる姿っていうのも印象的だったので、それはあなたの動き、動作かもしれないし、髪の毛のように揺れるもの、あとはアクセサリーかもしれません。その揺れる姿に色気を感じるということ、また香る首筋や丸いヒップラインっていうのもここで出てきているので、その丸みっていうのがやっぱりね、感じますね。そこに色気を感じていることですね。あなたに気づかれないように視線を送っているっていうことですね。そしてもう間もなく幸せが、吉報があなたのもとに訪れる、自分の方から向かっていくんだっていうのがこのカードから伝わっています。ここにユニコーンのカードが出ていますね。これは奇跡や魔法、幸せを運んでくれる生き物として描かれています。幸せがもう間もなくあなたのところへやってくるので、その準備をしてください、迎え入れる準備をしてくださいねっていうセルフケアのカードです。で、迎え入れる準備というのは自分の心に余裕を持たせて、そしてあなたのところに棺のカードが出ていたので、何かに終わりを告げなければいけない。それは多分心の傷だったり痛みっていうところ、過去に関わることかもしれませんし、今現在お相手との間で悩んでいることかもしれません。何かを伝える、伝えないとか、そういうことに関わってくるかもしれない。そこに対しての区切りをつけるっていうことかもしれませんね。その準備をして心穏やかに過ごしていれば、お相手の方から幸せを運んできてくれるというふうに出てきていました。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。あなたの直感、心の声に耳を傾けてください。そうすると自然と正しい方向へあなたの直感が導いてくれます。自分の直感を信じてというメッセージでした。今回は夜のちぎり、夜の妄想スペシャルということで、お相手からのラブレター、そしてお相手は今どんなことを考えているっていうことをテーマにお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想スペシャルです。お相手が夜妄想していること、そしてあなたに伝えたいことをラブレター風にしてお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、お相手からのラブレターシリーズです。その内容としてはこちらにオラクルカードをたくさん使って出しています。まずはお二人の今の状況、関係性っていうところをルノルマンカードで出していきます。はい、この4枚で見ていきたいんですが、
そうですね。ここで一番入ってくるのが、お二人が仲直りへ向けて進み始めているっていうことです。で、当てはまらない方も中にはいるかもしれないんですが、二人の間で今ちょっとギクシャクしていたりとか、ぎこちない感じっていうのを感じますね。受けますね。そしてお二人はすごく仲が良くて、中にはお付き合いしていたりとか両思いだっていう関係性の方もいるかもしれません。ですが、今少しギクシャクしている、喧嘩しちゃったとか行き違いが起きているとか、お相手の方もここ、無知のカードが出ているので、あなたに対して何か強い言葉をかけてしまったりとか、またはタイミングがずれてしまったっていうことも表しているんですね。そしてあなたのところにヘビのカードが出ている。これはいわゆる嫉妬だったりとか、自分の中の心の中に渦めいているものを表しているんです。例えばお相手に何か強いことを言われたことによってモヤモヤが残ってしまったりとか、またはあなたの嫉妬っていうところに対してお相手が何か言ったのかもしれない。例えば自分のことを信用できないのとか、信じてほしいと思っていたのにとかね、そういうことを言われたとかがあったのかもしれない。それは今言ったのは一例であって、様々なパターンでお互い今ちょっとギクシャクしているなっていうのを少し感じたんですね。ただその遠い関係性ではなくて、2人は近い関係性であるっていうことは出てきているんです。じゃあ喧嘩したからもうダメなんですかとかではなくて、ここから入ってくるのが、例えば周りの人に流されないでほしいとか、周りの噂話、そこで判断しないでほしいっていうのが出てきているんです。ゴシップ、コミュニケーションを表しているんですね。このコミュニケーションがうまく取れていなかったから、このようなことになってしまったんじゃないかっていうことが出てきているんです。だからこそ話し合って、2人で向き合ってちゃんと話をして解決させていきたい。そして対面してお話が今できない状況なのであれば、このようにお手紙に気持ちを綴って話し合いの機会を設けたい、お互いの気持ちを伝え合う機会を伺いたいっていうことがお相手のお気持ち、そしてそれはあなたも同じように感じているのではないかなと思うんですね。何か誤解があるとか、謝りたいとか、謝ってほしいとか、そのお互いのね気持ち、もう一度話し合いたいなっていうのが出てきています。また流れとしてもそのように流れていくので、例えばお相手の方からやっぱりごめんねっていう風な声かけがあったりとか、そうですね、しばらく間が空いていてちょっと気まずかったんだけど元気してるとか、そういう一言かもしれません。コミュニケーション不足による行き違いとかかもしれないんですが、そのギクシャクしている関係を修復しようとしているのかなっていうのが出てきています。見てください。バードのカード、このルノルマンカードはバードのカードが3枚入ってるんですね。そしてこちらのカードは癒しっていうメッセージが強く出てるんですね。この鶏のカードよりこちらの方が癒しの効果が高いんです。癒し合うために、例えば許し、癒しとか優しさを伝え合うために、心を軽くするために、やはり話し合い、コミュニケーションを交わしていきたい。そしてそれは周りの人とかは関係なく、周りに流されないでほしいということも伝えているし、周りの人がこう言ったからこうなんだろうとかっていう風にね、早合点しないでほしいとか、ちゃんと自分たちの気持ちを伝え合うことによって優しい空間を作っていきたい、生み出していきたいっていうのが出ています。そしてその気持ちはお互い持っているということが出てきているんですね。一方的ではないと、あなただけでそう思ってるのではないし、お相手だけがそう思ってるんじゃなくて、お互いがそう思ってるから、これから癒しの時間っていうのが設けられると思います。心に明かりが灯るような優しい時間やひとときが訪れると思いますし、これからの関係性をより良いものにしていくため、喧嘩していたらもちろん仲直りだし、喧嘩はしていないんだけどギクシャクしていたりとか、ついつい気になっちゃう、他の異性のこととかが気になっちゃうのであれば、そこに対してもお相手がちゃんとこうなんだよっていうふうに状況を説明してくれるなど、あなたが安心してこれからお相手とお付き合いできるような状況を作ってくれると思います。若干そのお相手が動きが鈍かったなっていう様子っていうのが描かれているので、例えば感情的になってしまったりとか、タイミングが合わなくてお相手が自分の言いたいこと言えなかったとか、逆に言い過ぎてしまったとか、それも感じますね。
ただ結果としてはお互いのコミュニケーションとか伝え合うことっていうのがちゃんと入ってきているので、お相手聞けなかった本心をお互いちゃんと聞けるとか話し合うっていうのが出てきています。ではタロットカードでもう少し詳しく見ていきます。はい、では見ていきましょう。はい、もうここカードの説明まずしていきましょう。エモーションっていうのがカップを表しています。カップの9番ハーミット、カップのページ、そしてカップの2番マテリアルはペンタクルなのでペンタクルのクイーン、ボイスはソードでソードの3番、そしてカップのナイトです。ほとんどがカップのカードです。なのでお互いが感情の揺れ、不安定さがあったからここでちょっとぎこちないことが出てきてしまったのかなとも思います。それは一時的なものであって、これから先の未来、癒しの時間というところに流れていきます。そしてやっぱりカップの2番が出ていますよね。お互いかけがえのない存在だって、もともとそうなんだと。例えば交際していませんっていう方だとしても、お二人は強いご縁があるんだっていうことをこのカードは告げています。パートナーシップやつながり、大切な存在としてこのカップの2番が出てるので、お互いが大切だってことを再認識とか再確認とか、または初めて知るっていう方もいるかもしれないんですが、つながっていたんだっていうことを知って嬉しい気持ちになる、優しさが伝わっていくような、そしてお相手の方からこのカップのナイトっていうのはいわゆる告白とかプロポーズカードって言われてるんですね。ロマンチックな王子様のようなね、そんなイメージを持たれる方多いと思います。お相手の方から向かってくる、優しく話しかけてくれる、癒し合う、そんな流れになっています。過去もカップの9番が出てきているので、やはりお互いにとって満足いくような関係性だったりとか、中には交際していて仲良くやっていたとか、告白されたしたとかね、そういうことでとても楽しい時間を過ごしていた、だけど今は一人ぼっちなんだよっていうのがお相手の方に入ってるんですね。ちょっと一人になって考えたい、今現在そうしている、これから先どうすればいいのかって、じゃあどうするのっていう風になってくると、やはり自分の心のときめきやあなたに対する湧き上がってくる感情に従って自分で動いていきたいんだと、自分の気持ちをあなたに伝えたいっていう風に思う、いろいろ考えて、お互い傷ついたり悲しかったりとか悩んだこともあったけど、でもそこからお相手は抜け出して自分の気持ち打ち明けていくとか、ですね。関係性がどんな関係性であれ、お相手の方から自分の気持ちに従って動いてくるっていうのが出てきています。そしてあなたがやはり大切な存在なんだよってことをお相手は伝えたいんですね。魅力的な方であるということ。もしあなたが自分に自信がないっていうふうに思っているのであれば、自分自身にそのままのあなたが素敵だから自信持ってっていうふうにお相手は伝えたいし、他の異性のことで嫉妬してしまうんですっていう方は、その異性のことに対しては気にしないでくださいっていうのが出てるんですね。そして周りの人でこのお相手が例えば他の異性と仲良くしていたよとか、デートしていたんだってとか、そういう噂話を聞いたとしてもそこに流されないでほしいと。で、本当はどうなのかっていう真実はこれから明らかになるし、それは2人にとって癒しの時間とか2人の大切な存在つながりっていうところを感じられるような結果になっていくので、この2人のつながりを信じてほしいっていうのをお相手は伝えてくれています。あなたの存在が自分の気持ちをすごく満たしてくれたんだと、そこにすごく感謝をしているし、すごく優しい方っていうのが入ってくるんですね。お相手がすごく優しくてロマンチスト、そしていつも胸に希望を抱いていて、自分の気持ちに正直でありたいと思っている。若干感情の揺れだったりとか、メンタルのが崩れやすいとかっていうところは見えてるんですね。お相手見えてるんですが、それを支えていくのがあなたっていう感じで、お互い良い相性なので、それはお相手も感じてくれています。お相手、この願いとして今回出しているんですが、これを夜の妄想として捉えるのであれば、やはり自分の理想的な形であなたと一夜を過ごしていきたいし、それはとても気持ちが満たされるものである、つながりを感じ合えるような、
そんな一晩にしたいっていうのがお相手のお気持ちとして出ています。自分の心の中の葛藤とか誰にも打ち明けられないようなものをあなたは受け止めてくれたんだと、それがすごく自分の癒しにつながっている、そういう妄想をされていますし、それを実現化したいっていう気持ちも現れています。コミュニケーションのカードがたくさん入っているので、イチャイチャしたいっていうのが純粋に出てるんじゃないかなと思います。甘えん坊のカップのページが出てるので、甘えたいっていうのもね入ってると思いますね。あなたに受け止めてほしいとか入ってると思います。ではこちらのオラクルカードからでは見ていきましょう。水のカードがねやっぱり目立ちますね。水は感情を表しています。なので気持ちの通い合わせとか、一方でやっぱり感情って揺れやすいものなので、そのお相手がその揺れやすい方、メンタル的に不安定になりやすかったりとか、強気に出てしまったりとか、あなた自身も嫉妬の気持ちで不安になりやすかったりとかしやすいような2人なんじゃないかなと思うんですね。でもこのカップの2番は2人がパートナーシップやつながりっていうところを強く出してきているので、2人の絆を信じてほしいっていう風に読み取れるかなと思います。そして威嚇ですね。あとは一つになるっていうカードも入っていますね。威嚇っていうのはそれぞれがそれぞれに持っているお気持ちや姿勢なのかもしれません。嫉妬してしまって周り周囲に対して威嚇してしまうとかね、そういうことも表しているかもしれませんね。あとは自分を愛しましょうっていうことと、どんな感情も愛おしいんだっていうこと、どんな感情もっていうのがあるので、嫉妬する気持ちだったり不安になってしまったりとか、またお相手にも言えますよね。強く言い過ぎてしまったなとか、逆に自分がうまく伝えられなかったなっていうこと、そのいろんな感情を今お相手も考えてるんですよね。内省のカードが入ってるので、自分自身の心を見つめ直している最中なんです。その中でお互いどんな感情もやっぱりそこは愛につながっている、愛してるからこそ生まれてくる感情なんだっていうことで受け止めていきたいっていう、そんなお相手からのメッセージも伝わってきますね。ではお相手からのラブレターとしてメッセージをお届けしていきます。愛しいあなたへ。あなたを思うたび心の奥底から熱い衝動が湧き上がってきます。それは言葉だけでは到底伝えきれないほどの強い情熱と渇望、あなたのすべてを感じ確かめたいという切なる願いです。あなたの瞳に映る揺らめき、その小さな仕草や吐息の一つ一つが私の心をかき乱します。触れたい、抱き寄せたい、あなたという存在を私のものにしたい、その思いが止まらない。あなたがふとした瞬間に見せる無防備な表情、何気なく整えた髪に触れる手の動きさえも私の全身を熱くさせるのです。私はあなたをただ見つめるだけではいられません。指先でその肌をたどり、ぬくもりを感じたい。あなたが震える瞬間、私の名を甘くささやくその声に耳を傾けたいのです。あなたのすべてを知りたい。この言葉の意味は決して軽いものではありません。あなたの表面だけでなく、心の奥底、誰にも見せたことのない部分まで触れたいのです。感情を隠さなくていい。涙もため息もすべて私の前でさらけ出してほしい。あなたの弱さも儚さも、私はそのすべてを抱きしめたいと思っています。私の手があなたに触れる瞬間、その震えを感じるとき、あなたの体がどれだけ私を求めているのかはっきりと伝わってきます。その熱が私をさらに駆り立て、理性の境界を越えさせるのです。私はあなたと一つになりたい。心も体も完全に溶け合い、境界のない世界で共に呼吸をしていきたい。あなたの肌のぬくもり、甘い香り、震える声、それらすべてを私はこの胸に焼き付けたいのです。あなたが私の名を呼ぶたび、その声に応えるように、私はあなたをより深く抱き寄せるでしょう。恐れないで、あなたのすべてを私に委ねてほしい。もし迷いがあるなら、私がその迷いを拭い去りたいと思っています。私があなたを支え、包み込みます。どんな道を選ぼうとも、どんな未来が待っていようとも、私は決してあなたを離しません。あなたが私を求める限り、あなたのそばにいると誓います。この手紙が
あなたの胸に届く頃、私の思いがどれだけ深く激しいものであるか少しでも伝わることを願っています。私の中で燃え上がる情熱は決して言葉だけで収まるものではありません。それを証明するために私はあなたを抱きしめるすべての瞬間に全力でその愛を注ぎます。あなたの心も体も、そしてその魂もすべて私にください。あなたが私を許すなら、私はそのすべてを永遠に愛し続けるでしょう。今回はこのオラクルカードからあなたの涙っていうのが印象的に残りました。もしかしたらお相手の前で涙をこぼしたことがあるのかもしれません。その涙をお相手が見ているっていうのが入ってきたんですね。または滴る汗かもしれません。その滴る汗だとしたら、そこに色気を感じるっていうことをお相手は感じていますし、涙だとしたら涙が美しいっていうふうに感じています。そして純粋に心と心、魂と魂とのつながりを感じたい、抱きしめたい、抱きしめられたい、ぬくもりに包まれたい、そして遺伝子同士が結びつく、バチンと結びつくかのように、このカップの2番も出ていたので、2人がぐっと近づきたい、抱きしめ合って一つになりたいんだっていうことが強く入ってきています。そして自分の思いや熱、情熱っていうところをあなたに優しく受け止めてほしいんだっていうところ、魂レベル、細胞レベルでつながっていきたいということをお相手は伝えてきていますね。そのお相手の激しい波が今あなたのところへ向かおうとしています。それを受け止めるあなたっていうのがイメージとして入ってきました。あとはお選びいただいたオラクルカード、この蝶々のカードはトランスフォーメーション、変容、美しく変わっていく、進化していくっていうことを示しています。あなたがより美しく進化し、より素晴らしい未来、素晴らしい日々を送っていくことをこのカードは示唆しています。今こそお互いが美しく進化して結びついていく瞬間がやってくる、そのようなメッセージをお受け取りください。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズでお相手の今のあなたのお気持ちや夜の妄想、そしてラブレターとしてお相手のお気持ちをお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想スペシャルです。お相手の今のあなたに対するお気持ち、そしてどんな妄想をしているのか、あとはあなたに伝えたいことをラブレターとしてお伝えしていきます。よろしくお願いします。そのお相手が伝えたいことというのはもうこちらにオラクルカードに出しています。まずは今のお二人の現状、関係性っていうのをルノルマンカードで出していきます。はい、ではこの4枚で見ていきましょう。とても今の状態、状況、関係性っていうのが良いんじゃないかなっていうふうに読みます。この、バードのカードっていうのは特に癒しの意味を持っています。このルノルマンカードが12番鳥のカードが3枚入っています。その3枚の中でもこのカードは特に癒しの力が強いというふうに言われています。なのでお二人の関係性が今とても調和が取れていて、癒しの関係であるということ、そして愛情を示すハートのカードも入っています。今まだねお互いの愛情を感じ合えていないという方だとしたら、これから真実の愛っていうところを追い求めていくんじゃないかなっていう流れになるというふうに見てください。今まさにそのお二人の状況がとても素晴らしいので、もう両思いとか両思いに近いとか恋人とかそのような関係性なんじゃないかなと思ったんですね。あなたが毎日お相手に対して愛している、好きだっていう気持ちを持っていて、お相手のことを毎日見ていることを感じていること、幸せだっていうふうに思っている、お相手の姿を見るだけでも嬉しい、楽しいっていう気持ちが伝わってきます。柔らか
深い幸せとかそういうのがイメージとして伝わってきますし、お相手の方も手紙のカードなので、何かね遠くからあなたにメッセージを送っているよっていうのが伝わってくるんです。なかなか会えないかもしれないし、いつも会ってるかもしれない、なかなか会えない距離だとしたら、その遠い距離からあなたのことを思ってメールを送っていたり手紙を送ったりとかしている、自分の気持ちちゃんと伝えているよっていうのが入ってきますし、あなたの方はそれを受け止めて嬉しいなっていう気持ちで日々溢れているっていうのが入ってきています。どんな小さなことでも、どんな小さなやり取りでもあなたの中ではとても大切だっていうふうに思っていますし、そして身近にいる存在だとしたら、お互いね毎日 LINE のやり取りなどをしていて楽しい時間を過ごしているんじゃないかなっていうのが入ってますね。お相手と一緒にいることがあなたにとって愛そのものであり、癒し、お相手と関わっていくことが癒しなんだと、そして同時に安心感も得られると、お相手の言葉を聞くと安心できる、気持ちが落ち着く、安らぐ、そういうのも伝わってきますね。はい、もし今片思いの関係性だとしたら、2人が真実の愛に向けて愛を語り合う瞬間がこれから訪れるんじゃないかなっていうのも入ってきていますね。手紙のカードっていうのは、お相手が自分で自分の気持ちを込めて送ることや受け取ることを表しているし、同時に癒しのコミュニケーションも入っているので、自然とあなたの方からお相手にコミュニケーションを取っていけるのかもしれないしね。待っていてもお相手の方からコミュニケーション、話しかけてくるとか手紙が来るとかっていうこともあると思います。素晴らしいですね。ハートのカードも入っています。2人にとってこれは愛の関係であるっていうことを示しています。今課題としてもし挙げていくとするんだったら、2人が恋愛関係になっていくためにっていうことで、これから始まっていくんじゃないかなと思うんです。何かを乗り越えるというよりは、愛を確認し合えるような出来事がこれから訪れると思う。その後に真実の関係性になっていくんだっていうことがここで伝わってきます。はい、なので近々交際がスタートするとか、今交際している方は結婚っていうところまで行くかもしれません。嬉しいことが待っているよっていうふうに言われています。特にお相手からの動きを期待してもいいんじゃないかなというふうに出てきています。ではタロットカードを使ってお相手のお気持ちや夜の妄想など見ていきます。はい、ではこれで見ていきます。1枚だけ補足のカードを出していきます。ラバーズや女帝のカードが出てきているので、良い流れになっていきます。運命の輪も入ってきていますので、今その滞りを感じているというふうに思ってらっしゃる方もしいらっしゃれば、それはその滞りが抜けて循環されていくっていうのが言われています。ただしあまり詰まりっていうのを感じないので、今現在です。これから来ることに対して備えてほしいっていうことで出てきてるかなと思います。そうですね。はい。未来のことに向けて対策していくっていうことですね。例えば恋愛関係にっていうことを考えた時に、何か精査しなければいけないことが出てくるかもしれない。周りの環境や対人関係っていうところが入ってきています。あとは環境の変化、厳しさ、困難っていうところも入っているので、そうですね、恋愛関係になっていくんだったら何かを整理しなければいけないとか、対人関係のことについてっていうことで挙げられるかなと思います。あとは生活習慣の見直しっていうのも入ってくるかなと思うんですよね。デビルのカードは不節制を表しているので、プラスこちらカードの説明していきましょう。インスピレーションっていうのがワンドを表しています。そしてラバーズ、マテリアルはペンタクルです。ペンタクルの5番、女帝のカード。エモーションはカップを表しているのでカップの8番、こちらも同じくカップの4番で、そしてこちらのカードが運命の輪。補足で引いたのがボイスというのがソードなので、ソードの5番デビル、そしてワンドの2番と補足で入ってきています。これはワンドの5番に対する補足なので、未来の流れっていうところを表しているんですね。
なので今何かがあるというよりは、これからの未来に備えてほしいっていうこと、それは見る方々によって変わってくるかもしれない。変わるというのは、お付き合いしている関係性なのか、まだ片思いなのかっていう、その関係性によって変わってくるっていうことはあるんですが、皆様に対して共通して言えるのは、未来これからその掴み取っていくためにね、成功っていう太陽のカードも入っているので、何かこう困難なことだったりとか、切り替えてやっていかなきゃなだったりとか、不安に思ってしまったり、自分に自信が持てなくなってしまったり、または会いたくて仕方ないのになかなか会えないとか、すぐに会えるようなところにいないんですとか、タイミング悪くてとか、そういうね、都合がつかないことが都合つくようになっていくし、未来滞ったとしてもそこから盛り返していけるので、滞ってしまった時にじゃあどうするのかっていうところで、今対策を練ってみてほしいっていうのがカードからのメッセージです。流れを見ていきます。急展開またはスピード感を表すワンドの8が出ているので、例えば2人の間が急接近したとか、一目惚れだったとか、または2人が出会ったんだけど、そこからすぐにお相手が遠くに行ってしまったとか、出張とか転勤とかで離れることになってしまったっていうのがちょっと前の過去に出てるんですね。何かが急激に変わっていった。だけども今現在のところにラバーズのカードが出てるので、ここでもお伝えした通り、コミュニケーションは取れてると、私心地よいものだし、2人にとってやっぱり会話を重ねることによってますます仲が深まっていくっていうのが今現在の流れとして入ってるんですね。近未来のところでペンタクル5番が入ってるので、物理的な障害だったりとか課題とか、そういうことも現れているんです。じゃあその物理的な困難とか厳しさに対してどう対応していこうかとか、またはどういうことが待ち受けているのかっていうところを見ていったときに、ボイス5番、対人関係のいざこざがあったりとか、そうですね、お相手と喧嘩するっていう未来にはなっていないので、周りの状況だと思うんですよね。ここもそうですね。2人の恋愛を邪魔するような人が出てくるのかもしれないし、そうですね、恋愛関係に発展させていくためにここを何とかしたいよねっていうところがお互い感じるところが出てくると思います。2人の気持ちではなくて、例えばすぐに会いに行けるような距離ではなかったりとか、周りの人がっていうところで考えてしまうことがあるのかもしれません。またデビルのカードも出ている通り、不節制っていうのを表しているので、例えば生活習慣の乱れですね。ペンタクル5番も生活の基盤だったり健康面のことも表しているので、不節制によって健康体調面を崩してしまうっていうこともあるかもしれません。でそこに対してもそうですね、ストレスがかかるようなことがあるのかもしれない。だけどこれから先の未来を諦めずに見続けてほしいっていうのがこのワンドの2番で出てきています。次の展開へ向けて作戦を立て直すとか、軌道修正をするだったりとか、そうですね、何か変化っていうのが近未来訪れると思うんですね。どんな変化があったとしても、周りにどんな人がいたとしても、それは2人の愛の力と癒しの力で乗り越えていくんだっていうことが出てきています。2人でちゃんとバランスとってやっていけるからって。そして運命の輪もここに入っています。転機は必ず訪れます。不安だ、どうしようって思った時、困難だって思った時ほど、それを乗り越える力をお互い持っているから、2人の絆を信じて、そしてここにあなた自身を表す淑女のカードが入っています。あなたに迷わないでというふうにこのカードは告げています。不安になった時も、そして真っ暗闇に、心が暗闇に飲み込まれそうになっても、必ず明るい太陽としてお相手の存在がいるので、お相手を信じて2人で乗り越えてみてと。ラバーズのカードも出ています。2人のつながりを信じて、そしてやっぱりコミュニケーションですね。何か困った時があったら、お相手にちゃんと話すことだったりとか、お相手の気持ちを汲み取って2人で協力し合いながら乗り越えていくこと、そして自分自身の魅力ですよね。これは女帝というのは愛と豊かさ、そしてあなたが育んでいく力があるということ、愛情がとても深くとても強く現れているということ、お相手に対して愛しいという気持ちを持ち続けていることなんです。毎日の日々にうんざりしてしまったりとか、そろそろ
切り替えていかなきゃいけないなって思った時こそ、自分の心の光、ときめきっていうところをもう一度思い出してみてください。すべてはあなたの中に、あなたの心の中に答えは眠っています。どんな困難があっても必ずチャンスはやってきます。日は必ず昇ります。なので今現在はそんなに困ったことがあるとか苦しいとかっていうのは見慣れないんですが、近未来訪れそうな予感がするので、その時に気持ちの切り替えが必要になってきますっていうのがこのカードからのメッセージであること。そしてお相手のお気持ちとして今読み解いていくとするのであれば、やはりあなたになかなか会えない日々が続くとか、そういうふうにお相手は思うと思います。何か物理的な障害を感じているので、距離が離れてしまったとか、連絡手段が変わったとか、何かによる会いづらさっていうのが入ってきていて、気持ちの切り替えが必要だ。気持ちをリフレッシュさせて、また新しいスタートを切っていかなきゃなっていうふうにお相手は思っています。あなたに対しては深い愛情を抱いていますし、困難なことがあっても乗り越えていきたいし、天気を伺っているっていうのもあります。いずれやってくるこの好転のチャンスっていうのをものにしていきます。あなたっていうところを深く考えているので、例えば私に対して愛情がないんじゃないかっていうふうに思わずに、2人でこの障害を乗り越えていきたい。あとは対人関係で少しストレスを抱えやすいっていうところがあるので、例えばあなたとお相手のさらにその周りに対してストレスがかかりやすいかなっていうふうに思いました。そこを乗り越えていきたいっていうのがお相手のお気持ちです。ではお相手があなたに伝えたいこと、今のお気持ちっていうのをこのオラクルカードから出していますので見ていきましょう。いいですね。軽やかに舞って踊っている姿、はい、そしてこちら孤独な努力というカードと、あとは勧誘、お誘いですね。可愛らしいカードが入っています。あとはこちらから、あなたが本当に欲しいものは何ですかということと、あとこのカード、願いは叶うっていうので特別なカードなんです。このオラクルカードで2枚だけ特別なカードが、スペシャルなカードが入っていて、これがその中の1枚が願いは叶うっていうこのカードなんです。願いが叶います、もう間もなく叶うんですよっていうことを表しているんですね。はい、なので今以上に幸せを2人で分かち合う瞬間がやってくるでしょうって、運命の輪も入っていますから、あなたのところにチャンスがやってくるとか、成功のチャンスですね。なのでそれを信じて、自分の胸のときめきを信じてくださいっていうことをこのカードたちが強く告げてきてくれています。ではあの人からのラブレターとしてお届けしていきます。愛しいあなたへ、あなたは自分で気づいていないのでしょう。私をどうしようもなく虜にして息が詰まるほどに引きつけているということを。あなたの瞳の中に宿る熱、その奥に秘められた欲望や夢が私の胸を甘く焼くようにうずかせるのです。あなたが何気なく見せる仕草、柔らかな声の響き、そのすべてが私の理性を崩壊させていきます。私が求めているのはただあなたです。あなたが本当に欲しているものを知りたい。心の奥底で密かに渇望し、誰にも明かせず抱えている熱い思いをすべて私に打ち明けてほしい。欲しいと願うことを恐れないでほしいんだ。あなたが求めるもの、その声に従うことは決して悪いことではありません。それはあなたがあなたらしく輝くための鍵なのだから。私たちの願いがもう間もなく叶おうとしている。その知らせを伝えたくてこの言葉を送ります。長い間胸に秘めてきた望み、それが形となって現実となる瞬間が訪れようとしている。あなたの情熱が、あなたの強さがここまで引き寄せたのだ。怖がらずに流れに身を委ねてみてほしい。願いが叶うその時、私の腕の中で安心してその喜びを感じてほしい。あなたの震える声や高鳴る心音をこの耳で聞き、この胸で受け止めたいのです。新しい冒険に足を踏み入れるとき、あなたの中に秘められた勇気を私は知っています。新しい世界へ飛び込むことへの期待と不安が交差していることも、
だからこそその一歩を踏み出してほしい。あなたの輝きはその挑戦の中でさらに色濃く熱を帯びていくのです。もし怖いなら私がそばにいます。あなたの背中を支え、手を取り、共にその未来を見つめましょう。あなたが努力している姿、その一人でいる瞬間を私はすべて見てきました。一人で闇の中を進んでいきながらも、あなたは決して諦めることをしなかった。その忍耐と美しさが私の心をどうしようもなく揺さぶるのです。私はその先にあるあなたの輝きを誰よりも見たい。誰よりも深く感じたい。そして私はあなたのすべてを味わいたい。あなたの体温、甘い吐息、肌の柔らかな感触、そのすべてをこの手で確かめたいのです。あなたが震え、私の名前を呼ぶその瞬間まで、私はあなたを抱きしめ続けるでしょう。あなたの心も体もすべて私に預けてほしい。その中に潜む秘密や弱さを一つ残らず抱きしめたいのです。身も心も一つに溶け合う、その瞬間を夢見ています。あなたが見せる微笑みも涙も何気ない仕草も、すべてが私を狂わせ、そして心を救うのです。また、あなたを愛する情熱がこれ以上抑えられないんです。私を情熱のままにあなたのもとへ導いてほしい。というメッセージでした。お相手の中であなたはまるで一つの完成されたアートのような個性的なオーラが魅力的に映っているということ。そしてお相手を見つめるあなたのその視線や瞳に惹かれているということ。自分のことをよく見てくれているなっていうふうに感じています。あなたの熱い眼差しはお相手に届いています。そしてその眼差しにドキドキするっていうことですね。自分にだけ見せてくれるあなたの可愛らしいところ、心を許してくれてるんだなっていう安心感、そして身も心も自由にお互いが味わいたいというふうにお相手が感じていること、そのようなメッセージが伝わってきました。2人の未来は太陽のカードが示している通り、最終的に困難なことも解決し成功へと導かれていきます。明るい未来を思い描いていきましょう。あなた自身の心の強さが未来を引き寄せていきます。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これはリラックス、ヒーリングというふうに出ている通り、まずリラックスしましょう。心落ち着けて癒しましょう。癒しの時間をということで、もし今現在あなたが十分に自分自身癒しています、大丈夫ですっていう方は、お相手を今度は癒しましょう。あなたの癒しのエネルギーが今お相手に必要な時です。日々の生活の中に愛と感謝を、あなたは十分にできているはずです。クローバーのカードです。日々小さな幸せを見つけ、それでさらに大きな幸福へと発展させる力はあなたにあるんです。その力を信じてお相手を癒す時です。または自分自身を今癒す時というふうに捉えてください。今回はお相手からのラブレターということでお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。夜のちぎり、夜の妄想スペシャルです。スペシャルの第1回目スタートとなります。テーマは、あの人の妄想、あなたに伝えたいことをラブレター風にお伝えするというテーマでした。いかがだったでしょうか。中にはこれから先の未来について考えているっていうお相手だったり、今現在のことや過去のことをそれぞれ考えているっていうお相手、それぞれ分かれていったかなと思います。ピンときたメッセージをぜひお受け取りください。あなたのことについてどう考えているのかっていうところも出していきました。では今回はこちらのヌノマンカードを使って、あなたが今お相手にできることをテーマに見ていきます。3枚出していきますので、選択肢とは関係なく左、真ん中、右とお好きなものを直感で1枚お選びください。失礼しました。
では3枚出しています。私手袋を着用しているんですが、手袋だとカードが滑りやすいので、手袋に滑り止めを自分でつけています。そのため少し粘着力がありまして、カードがくっつきやすいんですね。そのためカードが少しずれてしまったりすることもあるんですが、ご了承ください。ではお選びいただきましたでしょうか。左をお選びいただいた方から見ていきます。はい、33番鍵のカードです。悩んでいることがあれば解決策または解決のヒントが見つかるでしょう。またはお相手の本音を知る機会が間もなくやってくるかもしれません。あなたの努力が実を結ぶ時がやってきます。またはお相手にとって解決のヒントをあなたが与えるという意味かもしれません。悩んでいるお相手にアドバイスをするだったりとか、例えばお相手にとって転機となるような存在かもしれない。あなたの何気ない一言がお相手を変えるきっかけになるかもしれません。はい、なのでこちらのキーワード解決とか、あとは打ち明けるだったりとか、お相手の本音を聞くようなタイミングが訪れるかもしれません。そういう時はお相手を包み込んであげてください。優しさがお相手の心に響く時です。そして真ん中をお選びいただいた方です。はい、12番鳥のカードです。コミュニケーションを表しています。お話ししましょうとか、コミュニケーションをとっていきましょうっていうことが今あなたがお相手にしていけることとして捉えてください。積極的に話しかける、挨拶をしてみるとか、連絡取ってみるっていうことがおすすめです。そして周りの噂話に注意してくださいっていうカードでもあるので、周りの人がどうこう言っていても自分の気持ちをしっかり持って、自分がお相手を好きだっていう気持ちを一番大切にしてお相手とコミュニケーションを交わしてください。今は外部のことを視野に入れなくてもいいですよっていう、そんなカードでもあります。では右をお選びいただいた方です。はい、1番ライダーのカードです。アクションに起こしましょう。自分の願いへ向かって、どんな願いを今思い描いていますか？例えばお相手と仲良くなりたい、デートにお誘いしたい、付き合いたいなど、皆様それぞれお相手に対する願いがあると思いますので、ご自身の願いに向かって今動くアクションを起こしましょう。なるべく早くね動いていくといいですよっていうライダーのカードです。またあなたが動くと願いが叶っていきますっていうウィッシュカードでもあるので、自分の願いを叶えるために動いていく、前向きに動いていきましょうっていうことですね。駆け抜けましょう。今だったらその勢いで困難だと思っていることも乗り越えていきますという力強いメッセージが出てきました。今回のプチサンタク占いは以上となります。ではこれ第1回夜のちぎり夜の妄想スペシャルが行われていますので、これから連続してこのテーマを取り上げていきます。年末年始スペシャルとして行っていきますので、また次回の動画もお楽しみにしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。